どうも、ベトナムから日本大阪へ一時帰国中の浮津です。これ、スーパーカブ C65 のエンジンなんですけども、ジェネレーター側、やっぱりね、外すことにしました。これね、このプレートは外さないでおこうと思ったんですけど、よく考えるとね、この中、内側にね、オイルシールがあるんですよ。それで、まあこれらね、オイル漏れしてたかどうかわからないけど、やっぱり古いエンジンなんでね、それなりに劣化してるんで、これもね、外して、中のオイルシールはね、変えれるかどうか確認をしたいと思います。変えれるかどうかというか、サイズがね、これの後のやつと同じなのかどうかを見ておきたいんですよ。ってのは、実はこっち側ですね。キックペダル。これがね、見てみると、今の純正とね、0.1 ミリ、内径が違ったんですよ。実はこれは以前から知っててというか、ベトナムで純正品を買うとね、13.8 ミリなんですよ。でも偽物というか他のやつを買うとね、これも映らないと思うけど 13.7 って書いてるんですね。まあこれに関してはね、多分 13.7 ではきつすぎたのか、まあオイルシールのね精度が上がって、まあスムーズにするために変えたんであって、シャフトが違うことはないんじゃないのかなと思うんですけどね。まあもしかしてこっちも寸法が違う可能性があったりするんで、それも見ておきたいんですよ。で、あとはもう一個説明が長いけど、ここのオーリングですよね。これがマグナ50についてたやつで、これが中華エンジンについてたものなんですけども、なんかね、でかいんですよ。まあこれは潰れただけかもしれないんですが、これね、古い車体なんで、どっちのサイズなのかっていうのもね、見ておきたいっていうのもあるんで、それで、これをね、どう開けるかいろいろ考えてたんですけど、よく見ると、こいつが下にね、溝があるんですよ、プレート側に。だからここをね、うまくこじっていけば、外せる気がするんだけど、傷つけたくないんでね、まあここにはビニールテープを巻くとして、ここもね、軽くヒートガンで温めてから外したいと思います。それじゃあね、ヒートガンで温めていくんですが、コイルとかあってね、部品の破損が怖いんで、一応こっち側、300度の方でね、軽く温めるだけにします。この配線も怖いしね。こんなもんでいいんじゃない？熱い？そんなに熱くなってないね。で、傷防止にね、テープ巻きました。こうやって外せれないかい？ちょっとグンってはめてね。これで、はい、いった動いた。いくじゃん。ここにも溝あるよね。あ、いけるじゃん。映るのかな。ここにある溝にね、ドライバーを挿してました。中は同じっぽいけど、あ、これはネジ穴が貫通してるからシールしてるんだ。むやみやたらにね、上を交換したりしたら、あ、これシールしてるけど、このポイントとかも交換するとここが潰れちゃうんだね。こっちもだ。コンデンサー、やっぱり開けとくべきでしたね。
それでなぜかやっぱり上側に黒い汚れがついてると。それとなんかサビの汚れがたくさんあるじゃん。ここね。これはやっぱり開けとくべきだったよと。ここに傷ありますね。でこいつの仕組みを知りたかったんだが、これは外せるよね。それでここもね、痛みはないんですよ。で硬くなってる。大丈夫ですね。今外したのがこれでマグナ50と一緒です。こんなでっかいのはつかないもんね。つかないもんねって言いながらはまった。まあいいや。これでクランクは抜けた。それとね、今ちょっと気にしたのが、ここに傷がついてるんですよ。これの構造を見たいんだな。よいしょ。クランクはね、無事取れて、案外サビがあるけど、まあこれは掃除だけでいけるでしょう。こっちのガタもね、少ないし、ベアリングの回転もゴリゴリはしません。反対向けました。これね、前回ガスケットがね、今のというかこれの後のやつと同じかどうか気にしてたんですけど、一応確認するとですね、この反対側ですね、これにこの後のタイプのやつがね、一応サイズぴったりだったんですよ。こんな感じでね。であれ違うじゃん。うわここの形状が違うっぽい。違うかな。少し外れて、うわ、これは形違うのか。いやいや、確認しといてよかった。これね、ここのサイズが違うなと思ったんだけど、これは形状違うんじゃない？どうしよっかな。ってことはこれをきれいに剥いで、これから型を取るのがいいのかな。なんでこんなに微妙に違うんだ？しかもよく見たらね、ここの穴の位置も違いましたね。これがね、違うとこにあって、なんだっけ、ブローバイの出方が違うんですよ。いやー、違うのか。ダメやんね。そうかい。どうしようかな。これをきれいに剥ぐのは動画しながらなんかやったら壊しちゃうけど、これうまく映るのかな。この中のね、こっち側から見ればいいのか。カムチェンテンショナーのついてるところ、内側にね、なんかメッシュみたいな網があるんですよ。でこれを確認したかったんだけど、ボルトドレーンはねちょっと外せるかな。破損させると怖いけど、これじゃあかんかい。ちなみにね、私はいろいろ破損させてしまったんで、ちっちゃなねプラン買ってきました。これもね、ダイソーですけどね、
これを使って優しく叩こう。こうやって閉める開けるだからこっちでいいやんね。回った。この構造を知りたかったんですよ。これは普通で、うわー、ここもすごいよ。もうオイルというか汚れですね。でこいつを開けて、あ、やっぱり違うんだ。バネが違いますね。それで中身は、やっぱ違うんだ、形が。ちょっと仕組み、穴が開いて、もしかしてこれ上のゴムも形が違うとか？ソリッドではない気がする。オイルがメッシュから入って中に行ってなんかロックする。ちょっと多分なんだ、ソリッドタイプと油圧タイプの間の感じなのかな。初めて見た。これはね、私は初めてのタイプです。ってことは、こいつはもちろん掃除して戻すんだが、っていうか逆に今のタイプ、今じゃないや、これの後のタイプというか、12V になってからのはね、これには使えないと思うんだ。こっちの中でオイルがね、出入りするはずなんで、ガスケットどうやって剥がそうまあちょっとこれはね、動画にしないで剥がして、慎重にね、剥がしてみます。これ今ね、動画にしないで剥がしますって言ったんだけど、ちょっとね、剥がれそうで剥がれないんで、ヒートガン使えばね、少し剥がれやすいかもしれないんで、まあヒートガンで熱するところはね、動画にしてみます。これでヒートガンを使えば少しは剥がれやすくならん？ここだけね、浮いてるんですよ。できればこの形のまんま取りたいんだが、なかなかそうはいかんかい。まあまあちょっと動画やりながらね、破損させるの嫌なんで一旦カメラ止めます。これね、動画にしないと言いつつまた動画回してますけど、温めてはね、少しハイレを繰り返してます。まあこんな感じでね、地道にやっていきます。剥がれましたよ。今回ね、こんな思いまでして綺麗に剥がす必要があったのかどうかはわからないんだけども、一つ発見というか、今までね、このガスケット剥がし苦労してたんだけども、こういうのね、これもヒートガンで熱してから取ればもう少し楽にできるのかもしれませんねいやいやいや、とりあえずここだけ破損したのか、まあいいや。
このガスケットをね洗ってきます。これねガスケット、きれいに洗ってちょっとファイルの中にね入れました。それでねこの後のタイプと確認をするとやっぱり全部ねボルターナの位置は一緒なんだけども下の形状がね微妙に違うんですよ。この後のやつは少し膨らんでてね、でちょっと中華エンジンなんですけども出してきたらやっぱりここがね膨らんでるんですよ。だから多分ですけどこれで設計した後ねゴミを下に溜めたかったんでしょうね。まあそれこそこれみたいにねオイル管理をしない人がこういう汚れをね溜めちゃうのをどこか一箇所に集めたかったんだと思います。まあまあやっぱりスーパーカブはね歴史が長いだけあっていろいろね作りながら改善をしてね新モデルをね出していったんだと思います。それとさっきも言ったようにねガスケットまあまあ頑張って剥がしたんですけどもいつもこういうカスをね取るの苦しんでたんですがヒートガンで温めて取るっていうのはね案外いい手かもしれません。今回はねガスケットを綺麗に取り出そうとして部分的に傷はつけちゃったんですけどねまあまあ深刻な傷もないし、ガスケットもねそれなりに綺麗に剥がれてくれました。それとねさっき言ってたのがこれですね。ここにねなんか網がついてるんですよ。だからオイルがね中に入る構造だと思うんですけどもこの見たことがないこれは何ていうのかなプッシュロッドっていうのかなこれ確認するとね、ゴムは同じ形かどうか知らないけども下にね小さな穴が開いてるんですよ。それでこっちにも穴が開いてオイルが入るようになってるんで多分ここでね中の構造段付きになってるわ。段付きになってるからオイルが入ってこっから来た後なんだろうな要は中にオイルを溜めてなんていうのかな圧力をかけれるようにしてるんだろうな。今一つね構造は理解できないんだけどもまあまあこんなことになってました。それでねまあこれでね何かしら問題があったからこの後さらにね改善をしたんだと思いますけどもまあまあなんせちょっとこれここに傷ついてるんですけどもゴムがねほんのちょっとしかへこんでないんですよ。だからこれはオイル管理は悪かったけども走行距離はねかなり短いエンジンだと思うんだな。だからね中の部品のね程度もいいんだと思います。まあまあとりあえずね今日はこれで終わりです。それではまた。